皆様こんにちは、セリナです。今回は9月のお気に入りコスメを実際にメイクしながらご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにいて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。9月はシックの人気アイシャドウにベーシックなベージュブラウン系の新色が追加されたり、発売直後から大人気のディオールの落ちないリップなど注目コスメがたくさん発売されましたよね。ぜひ皆様の9月のお気に入りアイテムもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューはもちろん、ベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。では9月のお気に入りコスメを実際にメイクしながらご紹介していきたいと思います。まずはベースメイクを仕上げていきます。はじめに使っていくのはこちら。化粧下地のバーバリービューティービヨンドラディアンスルミナスプライマーです。こちらは今年の2月にバーバリービューティーが日本に再上陸した際に発売されたアイテムなので、特に今月の新作というわけではないですが、みずみずしいジェルテクスチャーとたっぷりのパール配合で暑さが落ち着いてきた今の時期にツヤ肌を楽しみたい時に特に大活躍してくれるアイテムです。こんな感じのベージュゴールドのようなカラーがついていて、テクスチャーはかなりみずみずしいジェルタイプです。ジェルの中に微細なパールがたっぷり入っているので、内側から発光したような自然なツヤを演出してくれるところがとても綺麗です。今年の夏はテカリに見せないようにセミマット寄りの肌に仕上げることが多かったので、最近はナチュラルなツヤ肌にハマっています。ではこちら側半分に塗ってみたいと思います。みずみずしいジェルテクスチャーなので乾燥が気になる時にも伸ばしやすいですが、重さや負担感もないので肌タイプ問わずに使いやすいテクスチャーです。肌の色は特に変化する感じはしませんが、こんな感じでたっぷりの微細パールで濡れたようなツヤ肌を演出してくれます。はい、こちら側半分に塗ってみました。手元で見るとほんのりゴールドベージュのようなカラーがついていますが、肌の上に伸ばしていくとほぼ色味の変化は感じないので、ファンデーションのトーンを変えたくないという方にも使いやすいと思います。顔を動かすとこんな感じで濡れたようなみずみずしいツヤがとても綺麗です。近くで見るとこんな感じです。濡れたようなツヤをしっかり楽しめますが、パールの粒がかなり微細なので、パール入りですが毛穴や凹凸が悪目立ちする感じが気にならないところもこの下地の優秀なポイントです。水分たっぷりのジェルベースで毛穴をふっくらさせた後に微細なパールで自然なツヤを演出してくれるタイプなので、やりすぎ感のないツヤ肌プライマーをお探しの方にとても使いやすいんじゃないかなと思います。ただ香りが結構強めで、ほんのりココナッツを感じるようなフレグランスのような香りがしっかりするので、香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。ツヤ肌好きの方にはぜひチェックしていただきたいプライマーです。ではこの上にファンデーションを重ねていきます。ファンデーションはこちら。ルナソルのクラリティフローリクイド OC02 を使用していきます。こちらは昨年発売されたアイテムです。購入してからカバー力は高いのに厚塗り感は出ないところや、適度に保湿感はあるのに汗や皮脂崩れに強いところなどがとても好きで、日によってはまだまだ癖が気になる今の時期にとても使いやすいツヤファンデーションです。テクスチャーはこんな感じで伸ばしやすいですが適度にこっくりさがあって肌にピタッと密着してくれます。肌の上に乗せていくと適度に油分もあって伸ばしやすいですが肌にピタッと密着してくれるので、薄膜なのにしっかりカバーしてくれるところがとても綺麗です。少し肌の乾燥が気になりだす今の時期にもとても塗りやすいテクスチャーです。はい、こちら側半分にファンデーションを重ねてみました。何も塗っていない方の肌と比較をしても厚塗り感や重さは出ていませんが、赤みや色ムラがしっかりカバーされているのと、パウダーを塗る前ですがテカリ感はないのにしっかり滑らかなツヤが出ているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。
肌全体の赤みや色ムラはもちろんですが、この辺りにあったニキビ跡などもファンデーションだけでしっかりカバーしてくれます。何も塗っていない方の肌と比較をするとこんな感じで、このファンデーションの薄付きなのにしっかりカバーしてくれる感じがわかりやすいと思います。ベースに塗ったプライマーが水分たっぷりでみずみずしいので、ファンデーションがピタッと密着してくれて滑らかに仕上がってくれます。この2つの組み合わせはとても相性がいいのでおすすめです。しっかりカバーしたいけれど厚塗り感を出したくないという方にとてもおすすめのアイテムです。ではベースメイクの最後にフェイスパウダーを重ねていきます。アイテムはこちら。資生堂のエッセンススキンセッティングパウダー01ハイドレーティンググローです。こちらは資生堂のスキンケアのような感覚で使える人気のベースメイクシリーズエッセンススキングローシリーズから9月1日に登場した新作パウダーです。01はハイドレーティンググローというツヤタイプ、02はスムージングマットというセミマットタイプですが、どちらもかなりしっとりしていて粉っぽさがないのと、塗っていても肌への負担感がないところがものすごく優秀な美容液パウダーでした。どちらの仕上がりもとても綺麗ですが、個人的には01のハイドレーティンググローの軽やかでツヤが出るのに毛穴もしっかりカバーしてくれるところが優秀なのと、パフでつけると中に入っているパールは落ち着いていて自然なツヤ肌に仕上がるのに、ブラシで磨くようにつけるとしっかりパールの光沢感を楽しめるという使うツールによって肌のイメージを変えられるところがすごくお気に入りのポイントです。今回は毛穴カバーしつつ自然にツヤを出したい時におすすめな塗り方をご紹介していきたいと思います。まずはこの付属のパフを使って塗っていきます。付属のパフを使って塗るとこんな感じで、中に入っているパールは全然目立たなくて、薄付きながらも綺麗に毛穴を補正してくれるようなパウダーに仕上がります。まずパフ塗りの状態だとこんな感じです。顔を動かすと自然に頬の高い位置にツヤは出ますが、近くで見てもパールやラメは全く気にならずに毛穴も悪目立ちしないですよね。続いてこの状態の上にこういった少し毛量が少なめのフェイスパウダーブラシを使ってブラシにパウダーを取ったら、目の下から顔の中心に磨くようにのせていきます。磨くようにのせるとこんな感じで、このパウダーの中に入っているパールが磨かれて滑らかで光沢感のあるツヤがプラスされます。顔全体にパフ塗りをした後に顔の中心部分にブラシでくるくると磨くようにのせるとこんな感じです。顔を動かすとパールが反射してナチュラルなハイライトを塗った後のような肌に仕上がります。近くで見るとこんな感じです。パールの効果で光を反射するようなツヤ感と自然なトーンアップ感を楽しめます。パフ塗りで仕上げるとパール感は控えめ、毛穴効果は高めに仕上がって、ブラシ塗りのみで仕上げるとツヤ感が高まってナチュラルで薄付きな肌に仕上がります。毛穴が気になる場合はパフ塗り、ツヤをしっかり活かしたい場合はブラシ塗りがおすすめですが、このように部分的に組み合わせて使うのも個人的にはとてもおすすめです。粉っぽさや重さが全然なくてかなりしっとりしているパウダーというだけでも優秀なのに、その日の気分やメイクに合わせて質感を変えられるところもとてもいいなと思います。はい、こんな感じでまずはこちら側半分にベースメイクが完成しました。下地、ファンデーション、ベースパウダーと重ねていきましたが、何も塗っていない方の肌と比較をしても厚塗り感や重さはないのに、しっかり気になる赤みや毛穴はカバーされつつ滑らかなツヤが出ています。厚みがない質感のものを組み合わせることで薄付きながらもしっかりカバーできる肌に仕上げられます。ではここからはポイントメイクをご紹介していきます。まずはアイシャドウです。ラボーテルイ・ヴィトン LV オンブル250ヌードミラージュとスックのシグニチャーカラーアイズ15銀のぞきです。8月末から販売開始されたヴィトンコスメや9月19日に追加されたスックの新色などアイシャドウも話題のアイテムが盛りだくさんな月でした。私は特にヴィトンのこの左のたっぷりのパールで濡れたようなツヤ質感を演出してくれるカラーがものすごくお気に入りですが、このパレット全色を使うと全体的に青みとくすみが結構しっかり入っているので落ち着いたローズベージュ系の目元に仕上がります。そこで少しニュートラルなニュアンスを足して青みを抑えたい時に合わせて使うのにおすすめなのがスックの15番で、
スックの15番は肌の色の延長線上のようなベージュカラーと黄みにも青みにもよらないニュートラルなブラウンがものすごく絶妙でシーン問わずに使えるベーシックパレットです。スック単品でももちろん可愛いですが、私はニュアンスを変えたい時に他のパレットと組み合わせて使うのにかなり大活躍してくれています。今回はこの2つを組み合わせたメイクをご紹介していきます。アイシャドウを塗る前にもう一つお気に入りのアイテムがあって、こちら、アディクションのブレンディングブラシ20です。こちらのブラシはベースメイクにもポイントメイクにも使えるマルチブラシとのことですが、個人的にはアイホール全体にアイシャドウをのせるときに使うのがとてもいいなと思いました。結構大きめで毛の密度もしっかりしているので、指塗りをした時のような発色の良さをブラシ塗りでも叶えることができます。しっかりアイシャドウを発色させたいけれど、指塗りは少し苦手という方にとてもおすすめです。今回はこちらのブラシも使っていきたいと思います。まず、ビトンの左のカラーをブラシに取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。たっぷりのパールで濡れたような光沢感とツヤが出てくれるのがとても綺麗なのと、粉質ももちろんいいので、とてもしっとりしていて、まぶたの乾燥が気になる時にも安心して使えます。ブラシもこんな感じで、ワンストロークでアイホール全体に色をのせることができて便利です。こんな感じのほんのりくすみ感のあるニュートラルローズなので、単色塗りでも可愛いですよね。続いてスックの右下のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から目尻に向かって締め色としてのせていきます。締め色はしっかり引き締めていきたいので指塗りします。こちらのブラウンは肌の上にのせても黄みにも青みにもよりすぎないニュートラルさがとても使いやすいです。なかなかこういったニュートラルブラウンは珍しいので、すごく活躍してくれます。最後にスックの左下のカラーを付属のチップの細い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。このパレットの中では一番黄みが強いツヤベージュカラーです。ほんのり温かみのニュアンスをプラスしたいときは、このカラーを下まぶたに仕込んでおくと、バランスを整えてくれて使いやすいです。最後にビトンの上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。肌の色に近い微細なパールカラーなので、アイベースとして使うのにもおすすめですが、少し深めのあるグラデーションの上に重ねると、自然に光を集めるハイライトとしても使えます。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。2つのパレットを組み合わせることで、黄みと青みのバランスがいい、くすみニュアンスのベージュトーンメイクに仕上がります。ベースに塗ったビトンの左のカラーはパールがたっぷりなので、光の反射で濡れたようなツヤ感が綺麗に出ているのがわかりやすいと思います。下まぶたにはスックの黄身ベージュを入れることで、程よく血色感と柔らかさを演出してみました。スックの15番はお手持ちのアイシャドウの雰囲気を変えたい時にプラスワンするのにもすごく使いやすいです。続いてはチークです。こちら、アディクションザ・ブラッシュマット 013M ロージーシェードです。こちらのチークは先ほどご紹介したブラシとともにアディクションのベースメイクコレクションを提供いただいた際にお試しさせていただきましたが、明るくて青めなカラーなのにしっかり血色感が出てくれるところと、くすみ感が今っぽいのに沈みすぎない絶妙なニュアンスがものすごく可愛くてお気に入りになりました。どんなメイクにも組み合わせやすいので、今月はこのチークを使用する回数がかなり多かったです。チークブラシに取って塗っていくとこんな感じで、明るめのカラーではありますが発色がしっかりしているので、ちゃんとカラーのニュアンスが肌に乗ってくれます。パールやラメは入っていないマット質感なのと、ふんわりしたニュアンスが綺麗なので、いつもよりも少し広めの範囲に塗ると可愛らしく仕上がってお気に入りです。はい、両方の方にのせてみました。濃くつきすぎたり主張しすぎる感じではないですが、きちんと見た目通りに肌の上でも発色してくれます。そしてこちらのカラーはアディクションのブラッシュシリーズの中のマットタイプなので、近くで見てもこんな感じで、毛穴や凹凸にチークが溜まることもなく、毛穴レスなふんわり感を保ってくれます。チークを塗ると毛穴落ちが目立って気になるという方にもものすごく使いやすいです。自然に血色感を出したいけれど程よいヌーディーさも欲しいという方にものすごくおすすめなんじゃないかなと思います。
それでは最後、リップです。リップはこちら。ディオールのルージュディオールオンステージ226ダーリンブラッシュです。RMK やシャネルに引き続き、ディオールからも落ちないリップが登場ということで、発売直後からかなり人気になったアイテムですよね。こちらのリップは前色レビューもしていて、全体的に鮮やかではっきりめのカラーが多いところがディオールらしいなと感じました。168のコッパーアトラクションシャインも絶妙なカラーでとても好きですが、私は226のダーリンブラッシュが鮮やかだけど強すぎない可愛らしいピンクカラーなところがものすごく好みでした。では、唇の上に塗ってみたいと思います。唇の上にのせるとこんな感じです。キュミニュアンスの明るく鮮やかな色味なので、このカラーを塗るだけでも顔色がパッと明るく華やかになります。塗りたては唇をしっかり覆ってくれるような発色の良さと光を反射するツヤ感がとても綺麗です。時間が経ってもこの鮮やかさをしっかり保ったまま色残りしてくれるところも使いやすいポイントです。華やかだけれど派手になりすぎないところがちょうどいいバランスだなと思います。はい、こんな感じで9月のお気に入りコスメを使ったメイクが完成しました。ベースメイクはやっと暑さも落ち着いてきたということで、適度に崩れ対策はしながらも水分でしっかり肌を潤わせてくれるプライマーや粉感のない美容液パウダーを使ってナチュラルなツヤを感じる光沢肌に仕上げています。ポイントメイクはベーシックなカラーの発売が多かったので、派手になりすぎないけれどおしゃれ感のあるカラーや質感のいいものを組み合わせていて、リップで華やかさをプラスしてみました。ぜひ皆様の9月のお気に入りアイテムもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。